琴の葉姉妹の一口 AI ミステリー総集編やで。この動画はショート動画として公開している琴の葉姉妹の一口 AI ミステリーを5問分まとめた総集編です。問題編が終わると続けて解決編が始まりますので、ゆっくり考えたいという方は各自で一時停止をお願いします。AI が考えた問題やからまっとうなミステリーは期待せんで、肩の力を抜いて主張してな。口語の封筒は燃えていた。港町の古い図書館で出火騒ぎがあった。閲覧席近くの書棚が焦げ落ちたが、奇妙なことに館内には火の匂いが全く残っていなかった。閉館時間を過ぎて居残っていたのは女子高生のカナ。彼女はこう語っている。あの本が耳元で燃えるって言った。その直後、赤い車の音が聞こえたの。現場からは焦げた紙片に混じって、スミレの香りを放つ消印付きの切手が1枚だけ見つかった。その翌朝、町外れの空き地で真っ赤に焼け焦げた無人の自動車が発見される。それは太陽を追う性質を持った自律移動型の試作車で、テスト中に制御を失ったまま消息を絶っていたという。図書館の記録によれば、焼けたのは耳元で語る本と呼ばれる AI 記録書籍で、ページを開かずとも記憶や感情に反応して本の方から語りかけてくるものだった。また火災直前に館内でスミレの香りが強まったという報告があり、さらにその夜街では匂いを切手に集めて配る男が目撃されていた。自動車の運転記録には図書館前で一時停止と残されていた。誰もが偶然の重なりだと口をつぐむ中、カナだけはこう言い切った。最後に本は私は焼かれるべきだったと囁いたんです。問題。図書館の火災と焦げた車。この一連の出来事の真相は何？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか。ぜひ挑戦してみてください。いろいろ起こっとるけど、ほんまにこれらの出来事が一本の線でつながるんかな。口語の封筒は燃えていた。事件の核心にあったのは記憶のご配達でした。まず、匂い付きの切手。それは過去に図書館で消失した本に貼られていたもので、郵便配達人によってスミレの香りを封じ込めた。記録された香りの媒体でした。カナが持ち込んだ何らかの衣服や持ち物にこの切手が貼られていたことで、本はその香りを感知し、過去に消失した記憶を再生し始めた。私は焼かれるべきだった。それは意志でも予言でもなく、記録されていた過去の音声だった。そして太陽に恋をした自動車。この試作車は AI 判断で過去に更新した最も強い信号へと帰還する機能を持っていました。スミレの香り、再生された音声、記録の一致。それらが車の中で命令として再構築されてしまいました。図書館に戻り、焼かれるべき本を太陽のような熱で照らすこと。車は図書館へ戻り、AI の判断で強制加熱モードを起動。熱量の暴走によってスパークが生じ、書棚が発火した。誰かが意図したわけではありません。ですが、そこに重なってしまいました。封じられた香り、記憶の言葉、そして光に恋した機械の動作が。それは届くはずのなかった記憶が再配達されてしまった事故でした。車は太陽に恋しとったんやな。みんなは
この AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな。結局、匂いを切手に集めて配る男って何やったんや。次回予告。気まぐれな爪が装った偶然。壁の向こうに消えたのは記録ではなく一つの未来だった。次回、あの壁の向こうに君がいた。風が拾った声の意味、あなたは聞き取れますか？あの壁の向こうに君がいた。大学構内の旧温室跡で助手の凪が失踪した。最後に残されていたのは風に揺れる一粒の種子と古びた壁にくっきりと残る手形だった。その壁は正式にはどこにもつながっていない。だが関係者の間ではこう囁かれていた。触れたものをランダムな時代へと飛ばす次元層だと。目撃者はただ一人。凪の飼い猫、ミミ。この猫には部屋の温度で性格が表変する特性があり、涼しい時は甘えるが、27度を超えると攻撃的になることで知られていた。事件当時の室温は 27.3 度。凪はミミを連れて温室の記録を確認しに行くと言い残していた。現場に落ちていた種子は風に乗って音を運ぶ通信植物の試作品だった。そこにはノイズ混じりの小さな声が残されていた。ミミ、まさか君が。問題。凪が姿を消した本当の理由とは何？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか。ぜひ挑戦してみてください。最近の夏は暑いから耳の特性やと過ごしづらそうやな。あの壁の向こうに君がいた。種子に記録されていた声は凪が飛ばされる直前のものでした。まさか君がと語りかけていたその相手は壁でも誰かでもない猫の耳でした。鍵は室温 27.3 度という数値にある。この温度帯は耳が最も不安定になる域値だった。凪は記録の確認中も耳を抱いていた。そして例の壁、次元層の前に近づいた。その瞬間、気まぐれな猫は暴れました。驚いた凪の体はふらつき、そのまま壁に触れてしまいました。壁に手形が残っていたのは転送が起きた証拠。次元層は物理的な移動ではなく、触れた瞬間に観測対象の存在を別の時代へと移送転移させる仕組みでした。現場には物証もなく、ただ手形と種子だけがそこにいた痕跡として残されました。凪の言葉、まさか君がには責める響きはなかった。ただ思いもよらなかった別れに誰よりも驚いていたのはきっと彼女自身だった。猫は何も悪くありません。いつも通りただ温度に正直だっただけです。けれどその気まぐれな一撃が一つの時代を静かに奪っていったのでした。ちょっと触れただけでタイムスリップしてしまうなんて危険な壁やな。みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな。この施設はもっと安全面に気を使った方がええと思うで。次回予告。風も言葉もない部屋で悲しみだけが時を刻んだ。時計が進んだのは誰かの心が動いた証だった。次回、静寂が刻んだ値。この静寂に残った値、あなたはもう知っているはずです。静寂が刻んだ値。郊外にある旧研究所で技術者の優が亡くなっているのが発見された。死因は心不全。だが、奇妙なことに彼の腕時計は止まっていなかった。しかも、時刻は発見された時間より3分だけ進んでいた。
室内は不自然なまでに静まり返っていた。ただ、部屋の隅で風もないのにゆっくりと揺れる植物だけが目を引いた。その植物は研究中の試作品だった。周囲の音を栄養として吸収する音食植物。音を食べて育ち、代わりに静寂を残す。ユウが身につけていたのはもう一つ。感情の強度を数値化する感情メガネ。視界には常時悲しみの数値が表示される設計だった。発見時、そのメガネには 81.3 という高い数値が記録されていた。そして机の上には1枚の走り書きが残されていた。この時計だけは悲しみに反応して進むように設計した。だが、音声記録は一切残っていなかった。何が起きたのか、誰がいたのか、痕跡はゼロ。残されたのは、進んだ時計と、静かな部屋と、一つの数字だけ。問題。ユウの腕時計は、なぜ3分だけ進んでいた？そして、81.3 という数値が示す本当の意味とは？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか？ぜひ挑戦してみてください。視界の数値が常時悲しみで固定されるってなんか嫌やな。静寂が刻んだ値。この事件には3つの仕組みがありました。1つ、時計。ユウが開発したこの腕時計は周囲の悲しみに反応して進む特殊構造でした。言い換えれば、誰かが彼の死を悲しんだその感情の強さ分だけ針が動く設計でした。2つ、植物。部屋の隅にあったあの植物は音を吸収し栄養に変える特性を持っていた。この植物のそばでどんなに話しても声は残らず記録もできない。だから室内には何の会話記録もなかった。3つ、メガネ。ユウのメガネは最後に見たものの悲しみを数値化し残す機能を持っていました。81.3 という数値。それは彼を発見した誰かの胸に浮かんだ別れの悲しみの大きさでした。つまりこういうことだ。事件後、この部屋を訪れた誰かがいた。その人は言葉を発することなく、ただユウを見て深く悲しんだ。植物が音を吸い込む静寂の中で、悲しみだけが時計の針を3分だけ進め、メガネに記録された。犯人もいなければ事故でもありません。けれど、確かにそこには、言葉にならなかったさよならだけがありました。ユウを見つけた人はきっとユウと親しい人やったんやろな。みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな。葵ちゃんはうちより先にいなくならんといてな。お姉ちゃんもね。次回予告。鏡に映ったのは星ではなく彼の確信だった。嘘を信じた瞬間、真実は光を放つ。次回、青く光ったのはあの星だった。信じなかった代償、あなたはまだ見えますか？青く光ったのはあの星だった。とある宇宙ステーション内で青年研究者、和樹が消えた。最後に目撃されたのは居住棟と観測棟をつなぐ螺旋エスカレーターの上。監視映像には彼が乗った後、いつまでも降りてこない様子だけが残されていた。同じ時間帯、観測棟にいた技師ナナが上司にこう報告している。和樹の嘘が青く光りました。ペンのインクがずっと青く。ナナの手元には嘘に反応して青く光る特殊ペンがあった。会話の中でペンが光ったため、
彼の証言は偽りだと判断されたらしい。さらに奇妙なことに、ステーションの鏡付き観測窓からだけ、通常の観測装置には映らない惑星が目視されたという。記録にはこうある。和樹は当日、あの星は近くでしか捉えられないと主張していた。彼は観測データを提出する際、ナナに嘘はついていないと明言していた。鏡越しに見える惑星の位置とエスカレーターの通過方向は一致している。エスカレーターには通常の終点があるが、記録上は下り終えた形跡がない。和樹は惑星を見たと言い張り、ナナはそれは嘘だと言い残した。だが彼の姿はどこにもなかった。問題。和樹はどこへ消えた？そしてペンが青く光った本当の理由とは？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか？ぜひ挑戦してみてください。嘘に反応して青く光る特殊ペンが当たり前にある世界なんて、ちょっとしたディストピアやない？優しい嘘もあるのにね。青く光ったのはあの星だった。ペンは嘘に反応して青く光ります。ですが、反応したのは和樹が嘘をついたからではありませんでした。それはナナ自身が嘘をついた時に発した光だったのです。ペンの機能は他人の嘘を検知するのではない。持ち主が嘘を聞いたと誤認した瞬間に光る仕様だったのだ。つまり、青く光ったのは、ナナが和樹を信じていなかった証拠だった。そして、もう一つの手がかり。鏡の中にだけ映る惑星。それは、通常の観測装置では検知できず、視覚と思考が一致したものにしか認識されない構造体、すなわち、知覚存在でした。和樹は、その惑星が認識するものを選ぶと考えていました。彼は、その位置を計算し、エスカレーターの進行方向と自分の視線を重ねていたのです。つまり、エスカレーターに乗った彼は、ある高度と角度で、鏡に惑星が映る一点を通過し、観測と接触に成功した。結果、彼の体は、知覚を通じて接続された惑星へと転送された。それは肉体的な移動ではない。記録も残らず、誰にも観測されない観測者消失型現象だった。ナナは、その事実を認められませんでした。だから、彼は嘘をついたと思い込もうとしました。ですが、嘘をついていたのは、彼女自身の方だったのです。とんでもない冤罪量産装置やな。みんなは、この AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな？このペン、人狼ゲームとかやってる人に持たせたら、常に光を放ってそうやね。次回予告。描かれたのは未来か、それとも告発か。届かない言葉の代わりに、雪が全てを語っていた。次回、雪の言葉と未来のインク。描かれた未来、あなたはもう知っているはずです。雪の言葉と未来のインク。冬山の山荘で、ある老人が亡くなった。彼の名はソウエン。世界でも珍しい雪の結晶を収集する研究者だった。発見された時、彼は机に伏しており、胸元には薄いナイフのような傷跡。室内に争った形跡はなかったが、唯一不自然だったのは、机の上の万年筆だった。それは、未来を描くペンと呼ばれていた。触れた人物の未来の断片を、絵や文字で自動的に描く、ソウエンの試作品だ。ペンが残していたのは、意味不明な線の連なり。ただ、それは、まるで雪の結晶図のような構造にも見えたという。発見者は弟子の新。
彼は事件後、通報のために設置された電話機で警察に連絡しようとしたが、通じなかった。この電話は特殊で、使うたびに話す言語が変わるという不便な代物だった。当時の通話音声は録音されていたが、言語は北欧圏の少数言語で、すぐには意味がわからなかった。しかし、録音データの最後にはこう書き残されていた。言葉は雪に埋もれたが、ペンは嘘を描かなかった。そしてもう一つ。現場の窓辺には、一枚だけ結晶の形を描いた表片が落ちていた。問題。ソウエンは本当に事故死だった？そして、万年筆が描いたものの正体とは？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか？ぜひ挑戦してみてください。電話がめっちゃ不便やけど、戦時中とかなんかな？ユキの言葉と未来のインク。この事件の真相は3つのアイテムの機能の誤解にありました。まず、未来を描く万年筆。触れた人の未来をアウトプットするこの装置は、未来の風景や出来事を象徴的な図で描き出します。描かれていたのは、雪の結晶によく似た複雑な線構造。だが、それは単なる図ではなく、新自身の犯行の証拠を抽象化して表した図形だった。新はそれに気づいた。そして、ソウエンがそのペンを使い、自分の未来に何かを描いたと知っていました。だからこそ、彼はとっさに行動しました。ソウエンを押し倒し、万年筆ごと胸を突き刺したのです。次に、言語が変わる電話機。通報の際に録音された理解できない言葉。実は、その内容は後に翻訳され、次のように記録されていた。未来が描かれてしまった。これは事故じゃない。だが、新は、それを封じ込めるために、通報時に話せなかったと偽りました。そして、結晶のかけら。それは、雪の記録標本の一つで、唯一、記録用のガラスプレートから剥がされたものでした。ペンに記録された図と一致するその結晶は、犯行の瞬間を描いた図のプロトタイプだった。ソウエンは見ていた。新たの未来、強行、そしてこの部屋の静かな終わりを。そして、そのすべてをペンと結晶で記録に残そうとしました。ですが、犯行者は未来を恐れ、それを描いた手ごと沈黙させてしまいました。通報の件を偽るより、万年筆を隠した方が良かったんやないかな。みんなは、この AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな。もともと事件性 100% やったんやから、新たのやった偽装はあんまり意味なかったと思うで。次回予告。春の入り口で彼女は名を落とした。季節がめくれるたび、記憶も一つずつ消えていく。次回、記憶は春の手前で止まっていた。記憶を削る代償、あなたは支払えますか？